こんにちは、ナナです。ケンさんもいつもご覧いただいている皆様、ナナちゃんゲーム始まるよ。皆さんお久しぶりでございます。今回の取り上げる題材はというと、こちらでございます。崩壊の炎、要塞の指導、データバンということでございます。それでは行きます。レッツゴー。いやー、ほんとね、これはですね、新しく始まった東海の炎というのでですね、面白いというか、新しいアップデート後の新しいゲームということで、ミニゲームですかね、始まってます。それでは、いつも通り説明からいきたいと思います。はい。1、要塞の死闘は複数のギルドが要塞をめぐって競い合うモードであり、イベント期間中、ギルドに所属している領主のみこのイベントに参加できます。ギルドに入ってないと、もうそもそも参加できません。はい。どんなのかっていうと、別のね、マップがね、作られるんですね。作られて、そこでシミュレーションゲームみたいな感じですかね。はい。次に、要塞を占領すると、ギルドは毎日一定の得点を獲得できます。最終的な得点順位に応じてギルドメンバーは豪華な報酬を獲得できます。こちらはですね、お城というか建物ですね。こちらをですね、戦って占拠すると、左の方が毎日もらえる報酬ですね。で、右の方がですね、その日のギルドの獲得したポイント、何個遺跡を占拠したかとか、そういうのがその日のポイントを一番多いギルドからですね、1、2、3に決まっていきます。じゃあ何をするのかっていうとですね、ちょっとね、こんな感じで、遺跡をクリックするとこの画面が出て、で、そこに、パーティーを出撃というか、配置するんですけど、そうすると、シミュレーションゲームのような感じで自動的に勝手に進みます。はい、次、4、イベントが開始する1週間前の時点でギルドのアクティブメンバーが10人以上のギルドのみこのイベントに参加できます。はい、続きまして5、雪原での戦いは劣悪な環境のため、パーティーの状態はやる気の影響を受けます。初期やる気はっていうちょっと翻訳が変なので私の方で直します。戦闘開始時のやる気は 100% で、戦うたびに 10% 減少します。やる気が0になると、パーティーは戦闘できなくなります。戦闘日終了後、やる気が自動的に満タンに回復します。このね、やる気っていうのはですね、何かっていうと、軍拡イベントの最終日とかにある拠点争奪戦というものもあるんですけれど、そこでも出てくるやる気のパラメーターですね。パラメーターが最初は100なんですけれど、攻撃を受けるたびに 10% ずつ下がっていきます。なので、めちゃめちゃ強いな、この相手っていう人も、10回攻撃すれば負けてもその人倒せます。っていうやつ。はい、次。戦争段階、宣戦布告のところですね。はい。1、R4 以上のメンバーは隣接している要塞に宣戦布告できます。これどういうことかっていうと、遺跡攻略をするときと似たような感じですね。ここの場所に陣地の名前が記載されてないと隣接してませんよ。カウントされてませんので。で、そこからですね、ここを押してもらいます。宣戦布告というのを押すと、この画面が出ます。そうすると、確認ということで確定します。どうなるかというと、こんな風に宣戦布告しましたっていうのが表記で、ポップアップですね、ポーンと出てきます。で、2、宣戦布告の回数は占領したギルドの最大レベルによって決まります。例えば、レベル3要塞を占領した場合、毎日最大3回宣戦布告ができます。レベル2要塞を占領した場合、毎日最大2回宣戦布告できます。ということで、レベル1だったりとか持ってなかったら、じゃあ何なんだ、どうなるんだ、回数は何っていうことなんですけど、ご安心ください。要塞をまだ占領していない場合、毎日1回のみ宣戦布告できます。また、隣接のルールを無視してマップの中心から一番離れているところにあるレベル1要塞に宣戦布告できます。これはですね、先ほどお話しした遺跡の攻略と全く同じです。全然飛び地でもね、戦略の一つとして各所に配備するのもありかもしれません。はい。4、宣戦布告は取り消せませんので慎重に行ってください。2、5、1つの要塞につき最大2つのギルドの宣戦布告を受けることができます。宣戦布告をしたギルドが2つを超えた場合、影響力が低いギルドの宣戦布告が無効になり、消費した宣戦布告回数も変換されます。3箇所のギルドから宣戦布告されるっていうね、場所、すごい激戦
区だよね。まあ、うちはなったことないけど。はい、次。6、要塞に宣戦布告をしたギルドが一つのみの場合、戦闘相手は要塞の守衛と表示されます。2つ目のギルドが宣戦布告をすると、要塞の守衛は表示されなくなり、あえてギルドが表示されます。ということでございます。はい、続いて、戦争&戦闘段階。こちらはですね、戦闘段階開始後、戦闘が自動的に始まります。手に進めます。はい。びっくりするよ。気づいたら終わってんだもん。何これみたいになっちゃうからね。はい。なので、配置忘れはないように。はい。2、戦闘に派遣したパーティーは敗れるまで何回も戦うことができ、戦闘の順番は中流の順番と同じで、最初に急流した部隊は最初に戦闘します。なんか、日本語変だね、これね。順番とは同じで言えば、まあ、気にして進みましょう。はい。3、最後まで戦い抜いたパーティーのいる方が要塞の占領者になります。次。4、要塞を占領するにはパーティーを派遣する必要があります。で、どうやるかっていうと、外のマップのここですね、タップすると、こんな風にですね、ここを押してくださいっていうのが出てくるんですけど、ここで実撃、派遣ですね。このパーティーをここに派遣します。確認すると OK ってことですね。はい。進めて。こんな感じでポーンと急にね、派遣しましたって出てくるんですけど、私のアイコンこれじゃないですからね。5、要塞に宣戦布告をしたギルドが一つのみの場合、当該ギルドは要塞の守衛と戦うことになります。はい、戦場イベント。1、宣戦布告と中流段階では、要塞の指導の戦場にランダムにイベントが発生します。魔物退治、事件採集、カラー箱、収集などの方法で要塞ポイント、王国バッジを含む報酬を獲得できます。ついに皆さん、王国バッジね、やっとここで出てきました。やっとなのかな、そんなこともないか。はい。話を戻しまして、要塞コイン。これはですね、寄付をするどんなイメージかというと、ギルドボスの寄付と同じようなニュアンスで使うんですけど、じゃあこれを使ったら何になるかっていうとですね、バフがかかります。どんなバフがあるかっていうと、ここにですね、ですね、私もこんな感じで、ニコちゃんマークみたいなやつにやったんですけど、剣は攻撃力で、ハートはヒットポイント。で、ニコちゃんマークみたいな私がやったのは、やる気ポイントパラメータなんですけど、で、それは置いといて、一番欲しかったこの放牧バッジ、レーザーやと手に入ります。いや、ほんとね、みんな多分これどこでゲットすりゃいいんだろうみたいなね、絶望だったと思うんですけど、ついに出てきました。ここです。はい、次、進めます。2、ギルドが占領した要塞のレベルが高いほど、高レベルの戦場イベントが発生する確率が高くなります。この高レベルの戦場イベントっていうのは、さっき言った魔物とか資材とか宝箱のレベルの数字ですね。戦場イベントには毎日完了回数上限があります。はい、続きまして、4、戦闘段階に入る前の最後の45分間は戦場イベントが発生しなくなります。準備段階と集計日では戦場イベントが発生しなくなります。これはですね、ポイントマッチとかで15分前ぐらいに集計しますよっていうような要素のイメージだと思ってください。では次、5、資源採集の報酬はメールで配布されますが、配布が少し遅れる可能性もございます。何卒ご了承くださいませ。ということなんですけど、そうですね。配布の設定のシステムがバグったりとか、サーバーのバグが起きると遅れます。はい。あんまないんですけどね。はい。ということで、次進みます。6、ギルドは最低でも一つの要塞を占領してから戦場イベントが出現するようになります。次、注意。イベント開始後にギルドを脱退すると、このイベントの報酬を受け取れなくなります。イベントに参加し、報酬を正常に受け取りたい場合は、元のギルドに戻る必要があります。次、はい。毎日報酬について、占領した要塞に応じて、毎日報酬を獲得できます。次、ギルド業員報酬。占領した要塞に応じて毎日占領得点を獲得できます。ギルドの得点が高いほどイベント終了後に獲得する順位報酬がより豪華になります。得点が同じ場合、ギルドも戦闘力で順位を決めます。戦闘力は宣戦布告時のものに準じます。はい、では全然進みましょう。続いて、個人順位報
報酬ですね。この個人上位報酬も、討伐した敵軍に応じて毎日得点を獲得できます。得点が高いほどイベント終了後に獲得する準報酬がより高価になります。あとはですね、グループ分けの詳細っていうこちらですね。ここを見ると対戦相手、今グループでゲームをしている皆さんの戦力というか、本当全部見れないんですけど、何人いるギルドで全部のパワーがこの数字ですよぐらいは確認できますかね。あとはそのギルドの掲げるポリシーというか、そういうのを判断の一つとして見てください。面白いですけどね、なんて書いてあるんだろうみたいな、こんな感じで、ゲームが進んでいきます。でですね、これはもう本当にいろんなゲームの要素、ギルドボスだったりとか、拠点争奪戦のシステムだったりとか、ポイントマッチとか、そういったところのいろんなミニゲームって言われてる要素が全部一緒になって、シミュレーションゲームとしてどうだろうっていうのがですね、トップヒーローズのアップデート後に始まったというか、もうベータ版なのでなくなるかもしれないですし、なくなるってことはあんまないと思うんですけど、こういうゲームもどうだろうっていうことも実装されたっていうゲームなので、気軽に楽しむミニゲームなのかな。シミュレーションだから気づいたら、終わってんの？終わっちゃったっていう感じで始まって終わってっていう感じなので、狐につままれた感じにはなりましたけど、新しいねゲーム、ミニゲームが始まったので、皆さんちょっとね、やった方もねいらっしゃると思いますし、やってない方も来られると思いますが、演奏なんだぐらいの感じで見ていただければ幸いです。はい。ということで、説明は以上です。はい、それではですね、はい、7から皆様へメッセージがございます。はい、私から皆さんへメッセージということでお話しさせていただきます。私のサーバーを今まで伏せてきたんですけども、知ってる方はね、知ってると思うんですけれど、私が今活動しているサーバーはですね、10399サーバーになります。なんでみんなにメッセージするかっていうと、他のサーバーの人たち、皆様もそうだと思うんですけれど、ゲームしてる方たちはね、みんなそうだと思うんですけど、このサーバーはこういう風に今よりもよくみんなが笑ってもっと楽しくなるのにな、ゲームできるんじゃないかなとかいうことなんですけど、わかりやすく言うと、このゲームってなんでこんなにストレスが溜まるんだろうみたいな、そういう、ストレスゲームにしたくないんですね。正直、ストレスフルになる人もすごいいるんですよ、このゲームって。あんまりそういうのって私好きじゃないなと思ってて、そうなの。このゲームのサーバーのあり方というか、それぞれのサーバーによって違うんですけど、ゴーくんがいたりとかね、ちょっと攻撃的な人が上の方に行っちゃうとですね、どうしてもその人の意見を反映させるしかないというか、そういうゲームなんですよ、みたいなのが今の現状なんですね。で、私はそういうのがすごく嫌で、本当に多分私だけじゃなくて、みんな多分そういうゲームって嫌だと思うんですよ。お金を使って課金してるのに、こんなストレスを溜めなきゃいけないんだとか、なんでそんな文句言われなきゃいけないんだみたいなこと絶対あると思うんです。でもコミュニケーションゲームなんで、しょうがないかなと思うんですけど、それにしてもねっていうところが、正直、大多数の声だと思うんですよ。そんな負荷をかけられて楽しめるっていう人は多分、とんでもなく M だと思うんですよね。はい。私はそうではないので、普通に不快だなと思えば、不快ですって言っちゃうので、はい。ということも、ありまして、こうやって、これを見ていただいてる皆さんにですね、ぜひとも10399に集合していただいて、NA2 とですね、私のギルドにぜひとも入っていただいて、楽しいサーバーにしたいなと。私がどういう風にしたら楽しいかなと思うのは、本当に普通にですよ。普通に考えて、衝突しないサーバーがいいです。本当ね、サーバーによってね、毎日戦争ですみたいなところもあるそうなんですけど、私はですね、そんなサーバーも1日たりとも痛くないので、多分私だったら出ていきます。はい。だって、めんどくさいじゃん。で、言って変わんない人は、何やったって変わんないのだって。はい。では、ここまでお話をさせていただきましたが、ぜひ強いギルドにしましょう。頑張るぞ。ビクトリー。ね、はい、久々にビクトリー言いましたけれども。
はい。あ、そう。次のお話はですね、私の在籍するギルドのメンバー紹介というか、こんな人いますよ、みたいな。こんな感じですっていうのを、紹介できたらいいな、という動画を考えています。ですので、皆様お楽しみに。それでは、久々に元国王のナナでした。バイバイ。